動画が思ったよりたくさんあるので、今日やっぱり出します。でも大丈夫だよ。週末はまだスペシャルがあるので、それまでまだ楽しみにしててね。また次の日で結構外がすごい暑くて、ちょっとね、日が落ちるまでちょっとできないよね。はーちゃんは今日お出かけするから、今の暑い時にじゃないともう時間がなくなるでしょ。でも今日友達もの家に行くでも朝とかはできなかったじゃん、暑すぎて。まあ確かにな。今日は本当に非常に暑くて、今はまだね、ちょっと影が、ねできた家が、影があるから。でもね、分かったことはあるよね。エンジンがかかってもその後はさ、ちょこちょこいろんなこう細かいところがこういうプロジェクトでいっぱいあるんだよね。終わらないんだよね。キリがないんだよね。終わらない。というか、本当にいろいろメーターからね、またそのセンサーを入れたり、今度またセンサーのサイズがあったり、今度また燃料ポンプがあるんだけど、燃料のレギュレーターとかやっぱり燃料プレッシャーが今ね、調整しなきゃいけないんじゃないかって。昨日エンジンをかけてたんだよね。すごいいい感じにかけてた。ちょうど動画その時に終わっちゃった。なんかだよね、ちょっと暗すぎて画像が悪かった。でも火が結構出るよね。もう真っ暗で家の横がもう光ってた。花火大会みたいな感じで。そうだったね、すごかったんだけど、でもね、燃料が入りすぎてるんだよね、エンジンに。ブルンブルンってエンジンがさ、ほら見せてちょっと前からご存知の方が多いと思うんだけど、これは NA の 13B6 ポートの NA エンジンですね。NA はターボがありません。ナチュラリーアスプレイティオールモーターで、これインジェクションとかは何もない。本当にオールドスクール、昔の懐かしい感じのウェバーダウンドラフトのキャブ付きです。これは、48の IDA のウェバーですね。で、ここから来るこのホースが燃料のタンクから来るホースです。途中にあるのは燃料ポンプ、ホリーの、アメリカのホリーというブランドのものが、車の後ろにタンクから、もともと純正はタンクに燃料ポンプがあったんだけど、それをライアンさんが切っちゃって外して車の下に入れて、燃料をあっちからこちらにもう押し上げてるというか、こうね、来てるような感じです。その燃料ポンプは5ポンド、ごめんね、グラムとかメーターとかバーとかわかんないアメリカ人なんで、5ポンドから7ポンド、ここに書いておくね。で、そのものなんで、おそらく燃料が入りすぎてるんじゃないかと。そして、だから今日は燃料がちょっとね、プレッシャーが多すぎるから、燃料のそのプレッシャー、ね、圧力のそのレギュレーターというものが調節器みたいなもの1ポンドから6ポンドまでいくタイプ、7ポンドまで買ったんで4ポンド前後がいいんじゃないかと思うので、そのものをここにこの辺りにね、多分入れて、置こうかなと考えてる。ただ買ってきたものは2種類あるんでちょっと見てみないと。そういうところはさ、買ってきてもまた今度ね、その合わせるファスナーとか、それとファスナーがついてくるんだけど、今度またね、アメリカンサイズ、そして日本サイズ、要するにインチとセンチの違いとかも出てきたり、パイプとか、こういうね、この間言ったんだけど、こういうここにあるホースがこうタップアウトしたところとかもね、このサイズの違いとかもいっぱいあるんで、いい加減にさ、簡単にしてほしいよな。これアメリカもさ、多分もうちょっとな、センチとかインチよりもアメリカしかないから、インチはセンチに合わせるべきじゃないかなと思うよな。全くその感覚がないのはもったいない。で、こういう作業は余計に本当に大変になってくることがあるんだよね、あっちはね。早く運転したいのにもう1週間2週間言ってるんだけど、まだ時間かかるんだよ、こういうあっちゃん。本当に驚くもうスピードでやってると思う。2人で素人同士で、なんだけど本当にもう運転したくてその気持ち分かる。もう何もいらないよ。見たいよ、分かるよ。中身がなくても分かるけど、とりほらクラッチがまだブリーディングそのね、昨日のガタガタはガタガタの原因も分かったんだよね。ね、エンジンかかってる時、このファンはやったんだろ、ファンの次はメーターはやったんだろ、その次はここもちょっと調整もあったんだよね、ベルトも。そしてここのこのプリが正しくないものだったので、新しいものも注文したと。これも何日もかかった。そして昨日エンジンかけこの間からエンジンかけながらなんかガタガタの変な音していたんだよね。
なんだろうなと思って、最初はオルタネーターのこっちのねところだとベアリングがダメなのかなと思ってたんだけど、スティーブ先生が来て、知ってます？これやったらエンジンかかってるところにこれ当たると、これあっちゃんの声、ほら視聴者の声が聞こえてるよ。はい、応援してね。あはー、聞こえる。あ、ブーイングも聞こえた。ここに来たらガタガタ変な音していたのは気になってたんだよね。でも理想的に考えたら、あっちゃん、なぜだろう。まだミッションにオイルが入ってない。まあミッションにオイルの入ってないのよりも、このクラッチのフォークとかもね、クラッチのブリーディングはまだしてないんだよね。プレッシャーがないから、そのフォークとかその中身がちょっとガタガタしてるんじゃないかっていうのは、まだ運転したいならやんないと。クラッチをやらない。じゃあやろう。やりましょう。喋りすぎだよ。今パパ6分も話したよ。一本のトークができちゃうんだよね。これだけで喋りっぱなしで。じゃあやることが多いから、とにかくもう冗談、もう今時間がない。話しすぎ。何の音？なんか変な音するよね。何の音、なんか聞いたことあるような、聞いたことないような。近くなってきた。何なんでしょう。あら、属車じゃない。ゴーガンの車じゃねえ。ほら、来た。ほら。来た。おい、と22のどっちも来たんだよ。ほら、見てよ。ほら、来たんだよね。見る前に聞こえる。What's up? Sounds good. 属車のワイヤー、ライトの、ライトがなくなったんです。ワイヤーが来て、あれはライトだったんだよね、多分。後ろの。なんかナンバープレートのライトかわかんないけど、そこにあったんだよね、なんか。ここにあった。配線が。レンズも。先日説明していたと思うんだけど、これは燃料圧の調節器っていうのかな。これはこのままでもう買って、これを回すことによって、その圧力を変えられるわけですね、この上で。で、ここから燃料インから燃料アウト。そしてアウトは2つがあってどうしようと思って、かっこよく、これも Amazon Japan でこのメーターを、かっこいいでしょ？シンプルで可愛くて。これもね、買ってきて、パイプ用の、これなんていうのかな？日本語だと。で、買ってきて、これ作っちゃいました。これからもう車に入れて、4ポンドだなの設定にしましょう。今はやっぱり7ポンドが多すぎて、多分燃料がエンジンに入りすぎちゃってると思うんだよな。燃料タンクにあったのはこれです。これはその蓋ですね。外したところ、そこから行く配線です。この配線もともと先日説明したのかな。これライアンがやったんですね。元燃料ポンプがここにあったんです。外付けの、フレームシャシーの下に、代わりの燃料ポンプにしたので、これはもう切り抜けた部分にホースをつけているのかな。あとこの下はこれもあるんで、元のメーターへのその測るものがこういうふうに、入っていましたが、テストした通りはそのオームテスト、この安いんだけどすごい便利なマルチメーターですね。マルチメーターのテスターです。電気などにあんまり詳しくないんだけど、年取れば取るほどちょっと分かるようになってきてるんじゃないのかなと言いながら、失敗が多いんだけどさ。でも今回は失敗なしかな。まだ言わない方がいいかもしれないんだけど、取り出したやつをオームメーターでテストしてみました。これはこの下の部分が燃料タンクに入ってます。燃料が入れるとこれがこう上に上がったり下がったり、減ると下がる、燃料入れると上がる感じのものですね。そのワイヤーで今度その信号、オームの信号っていうのかなをメーターに送り込むようなものなんですね。で、こいつ100円、もう1万5、6千円とか、もうね、2万円まではいかないけど高いんだよね。高い。で、あっちゃんは予算がね、高いのはダメでしょ。もう予算オーバーしちゃってる部分はあるかもしれない。もうないお金がもうないから、安いのはどうかと。これはユニバーサルタイプ燃料ポンプ、Amazon にやりました。これはですね、いくら？18ドル ?19 ドル、2000円ぐらいですね。
で、オームメーターこのテストしてみたらちゃんと測ります。ほぼ同じ仕様のものですね。3オームから110何オームなんで、なるべくそれ多少のなんかズレがあっても100何十ドルのやつよりとりあえずこっちの方がいいんじゃないかということで買ってみました。で、形がちょっと違うので確保しないといけないことになります。これから頑張ってやってみます。ここで一応プラス端末はここに当てます。これはオームの200の設定で、設定してます。オーム設定で、これはここに当たるとマイナスとしてアースとして使うのはこれ、とりあえずここを使いましょう。メーターをあれ死んだ。あら死んだ。あっちはどうしたの？回しただけで死んじゃった。ほら、オンになったよ。アメリカの直し方だよ。わかる？ちょっと叩くと。新しいの買わないと。で、あっちゃんの手が空いてないと思うんだけど、少しこうゆっくりとあれを上げると、じゃあ燃料が入っちゃいました。止まった。あれ、また止まった。とにかく説明しようとしているのは、これ上げたり下げたり燃料があるなしのことでオームが変わって、その燃料のメーターに送り込む信号が変わる。それでその上がっていくのと下がっていくのか、満タンもなしの状態でない状態で変わるということが私も今回よく、分かりました。今ね、パパがそれ今あれ切ってる間に僕はこっちで今もうちょうどラッピングがもうすぐ始まるので、車の全部ね、で一応全部なんかちょっとスムーズにしたいので、一応最初手でやってて、こういうブロックでね、で一応いいんだけど、やっぱりもうちょっと早く進みたいから、ね、ずっとこうやって手でこんな細かいところがすごい大変なので、このサンダーでちょっとやりましょうね。使ったことないからちょっと楽しみなので見てみよう。ではちょっとやってみるか。こういうちょっとチェッキングというか、ペンキになんかバツとかが入ってて、やっぱり手でやるのがめんどくさいから、ちょっとこれやってみよう。この前にね、この横のモールディングとかを取って、後ろについてた糊とかが今すごい取れづらいで、これを今ドリルの先にこういうベタベタするものとかを簡単に取れる端っこですね。ドリル用にどうね使うのかわからないから、ちょっと見てみよう。結構効くねこれ。加工ほぼ終わりました。ちょっといろいろまたね、形が全然違うので、結局ここのある土台丸いのはね、完全に切っちゃった。で、ついてきたガスケットも一部を切って中に量して穴をこれとこれを開けて、で真ん中の分をここを通した感じで見ると、ほぼ純正に近いんじゃない？どうあっちゃん？近い。悪くはないでしょ？いいじゃん。でしっかりとなってるね。あと長さの調整とこの、ね、フロートというんですかの調整しとけば、今日ガソリンタンクの燃料の量が分かるんじゃない？ね、多分これは面白い DIY だったね。こちらで結構まだボディワークいっぱいあったね。でプライマーを今かけてる中で、今全部乾かしてる間にエンジンが入って、サスそんなに調整してなかったよね。でもエンジンが入ってすんごく低くなって、もうタイヤ曲がらないから、ちょっとだけね車高を上げないと。残念ながら。一生懸命やってるあっちゃん。じゃあ勉強終わったんだ。早速ボディワーク、この辺は一番難しいところだよね。ここって言ってたんだよね。もう気持ちあるんだよね。ここへこんでるところは何が難しい？やればやるほどまっすぐならないということだよね。何やってもなんない。だからこれはもっとそのロングボードという、なんかその細くて長いサンドペーパーでこういうやるよりも、どうしてもやっぱりこう
こうなんかへこむところが出てくるんじゃない？これはハンドサンディングの方が良くないですか？サンディングブロックでいかがでしょうか？でもない。あるの。よーし。はい。おお。グーなの？ちょっと待って。おお、さっきより良くなってきてるね。お、さっきより良くなったね。その込んでるところがちょっと良くなったと思う。そんな感じで軽くやっていけば大丈夫でしょう。あっちゃんは板金をやりながら、これ同時進行で、昨日の夜遅くなったんだけど、組んだレギュレーターですね。かっこいいんじゃないですかね。これはファイアウォールにいいところを見つけて、こう、マウントしてみたいと思います。どうですか？は？まだまだ。いい？まだ。まだまだ。俺触っていい？さっきよりだいぶ良くなったね。ここはここになんか少しあるんだよね。目をこの辺りが少しある。目を閉じてやると違うんだよ。まだここだよね。全部そこやる。今。お、ここはすごいんじゃない？初めてこっち側が気持ちだけここなんだけど、ほっとあちゃんナイスじゃない？このね表面がね。ここだけ少しここだけわかる？わかる。これ目をつわかる？みんなわかるかな？これ板金屋のあれなのかな？わかんないけど何でも見えないで触るだけだ。面白いよな。この辺とかはどう？うん。これだったらキャブの後ろで、うん。でこっから来て燃料ポンプをオンになってでこっから英語だったらみんなわかる？ God bless you とかってみんな言うんだよね。くしゃみはねするときはね、日本では何も言わないよね。不思議なちょっと文化の違い。ワンポイントです。ほら、RX7 はガレージに入ってかっこいいな。かっこいいよね。初めてガレージの中で見つかってみた。なんか似合ってるよね。かっけえ。マツダの旗がないけど。必死にやるあっちゃん。今ここあと1回ぐらいでいいかな。もうくそこれもう本当にここ好きじゃないね。まあみんなのコメントであっちゃんファイトって言ってるんだけど、まあもうこの後はもう諦める。しょうがない。でパパもこっちでクラッチの問題あるんだよね。ガタガタエンジンはねかけてまだギアに入れてないんだけど、クラッチを入れないでガタ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 っていう音があって、クラッチあたりからがあるので、ちょっとそのクラッチフォークとかそのねブリーディングにこの間俺はね成功してないような気がするので、改めてちょっとこれ買ってきました。このブレーキブリーダー&バキュームポンプですね、これはそのキットなんで、これでブリーディングをしようと考えて、おりますが、うまくいってないのでこちらは先にやるということですかね。初めて使ってるんだけど便利だな。さっきじゃあクラッチマスターの方をこのままでブリーディングしようとしたら、ここからこのホースここで外してこの先のこのホースをここにつないでたらすぐにクラッチマスターからフルードを引っ張りました。やっぱ空気がいっぱい絡んでたんだよね、あっちゃん、そっからもう次はじゃあここまで来たので次はスレーブの方、今ボルト外してるんだけど、とりあえずこれを開けてこれしたら見てください。見てホースの中は空気だらけ。おー、わかる？これはよろしくないですね。汚いしね。汚い。ここもちょっと満タンしないとね、またなくなります。わー、こんな空気が絡んでるクラッチのシステムは動くわけないよね、まずは。昨日はさ、なんだ、バキュームポンプでブリーディング、できたっていうか、
最後の最後に本当にいい感じに一つ気づいたんだよね、昨日。ちょっと見せようか。なぜうまくブリーディングできなかったことママに怒られたし。エンジンかけた時はね。まあそれは別にして、ちょっと見せます。ここ見てください。これはクラッチのマスターシリンダーですね。ここはなぜかは、まあ、ブリーディング何回はね、バキュームでやっても何をしても空気がね、取れない。っていうのはなんか空気はどっかから入ってなんか漏れてるところがないかって。よーく見たら、ここになんか汗がそのフルードでいつも気持ちだけ濡れてるような感じだったので、ここから空気が、まあ、漏れてるということも空気が入ってくるという、まーちゃんはもうそれは一つの科学の中の原理だよね、なんか、だよね、なったんで、これをちょっとテープで、今ちょっと汚いんだけど綺麗にします、約束です。このテープを巻いてもう一度やったら取れなくなって、それですぐ花粉症、それですぐにブリーディングできたんだよね。初めて感じのいいペダルできたんだよね。それまでは今日まだある？わかんない。今日もう十何時間は経ったんで、ペダルはどんな感じ？まだいい感じだよ。スレーブの方のシリンダーはまあなんかいい感じ。いい感じ。ちょっと見せて。昨日それはうまくいってなかったんだよね、しばらく。なぜかというと、ちょっとしたこう音が聞こえるんだよね、ミッションから来る音が。それ気になるんで、ブリーディングはうまくできなかったらそれが治るか治らないかということだったでしょ、あっちゃん。それできて、で昨日遅くなってエンジンかけたらママに怒られた話に戻るんだけど、エンジンかけたらうわーってうるせーってこの車ちょっとまあ遅かった。でも今回は近所の人たちじゃなくて自分のママに言われた。近所の今回はね、また別事件、この間の事件、あーって今回はママにしょうがないよね。でもこの時間帯だったらできるのでエンジンかけてみようか。ガンガンかけていい。煙がすごい。もうやらないでちょうだい。もう財布がもう泣いてる。財布ちゃんが泣いてる。ミッションのトラブルですね。これはもう車のなんていうのかな、これはもう旧車なんかこれ、ね、ミッションのこと分かんないんじゃない？入れてみたんだけど、でオーバーホールしてないし、いろいろ見てないし、仕方ないんだよ。あっちゃん板金やりながらパパはミッション出してあげるよ。何そういう言い方。出してあげるよ。ほら、アンクルアンリーからの話があったんでしょ。昔夜にさ、みんな RX7 の作業してさやってて、夜ミッションをこう車の下でこうね、なんていうの、これみたいにプッシュアップじゃなくてリフティングみたいな感じでこう出したりやりしたりしていたって言ったらできるぞ。やるよ。アンクルアンリーはできるならあれとパパもできるよ。さて、残念なことだけどミッションを取り出して状況を確認したいと思います。あっちゃんはその間、板金を仕上げて、なぜかというと明日の朝ピーターがまた来るんでラッピング開始しますね、明日から。なので今日やることが多いです。やりまーしょう。 OK？ あっちゃん鼻毛ある？すげえ。嘘耳毛はそれは見たくない結構さ、このサネックスのレンチが便利だよね。今さ、下で結構なんか長くて形もいいんで、なんか長いからすごく使いやすいんだよね。でサイズが結構でかいやつがある。今まで持ったことないようなでかいやつがあるのが助かるんだよね。今ミッションのオイル、を流しています。そうするとまあな、ちょっとこうして一回確認しないと。このオイルほどまあいい、臭いんだけどいい匂いだよね、ただなんか取れない匂いだよね。俺好きだけど
きじゃない人だったらこの匂いは強烈だろうな。ギアオイルのね。あーちゃんはどう思う？俺好き。ギアオイルのこれ好きなんだ。うん。なかなかもう暗くなっちゃってね、何時間もずっと仕事してて、ミッション出して、多分問題はここですね。このクラッチフォークがもううるさいよね。これ動いてないのに。まあそれも一つの問題で、クラッチももしかして問題で、まあ今エンジンがこのままで何もミッションとかに入ってないんだけど、今はもうミッションとか終わりで、今はボディワークのまあ終わりですね。今終わらせてるところなので、今最後にちょっと綺麗にしてて、ここのところもうちょっとやって、でまあもうちょっとここやってね、それで今全部綺麗にしたら明日の朝までに今用意できて吹いてるんだよね。まずタオルは大きな、まず最初はブロワーでエアでホコリとかをなるべく流して、そこから濡らした雑巾っていうのかな、日本語だと雑巾っていうのかな、石鹸とお水で主なホコリを取って、明日ピーターが来たらラッピング開始ですね。その準備をしておきます。